皆さんこんにちは。今日は外国人から見た日本の変なところ、不思議なところ7つというテーマのお話です。今これを聞いてくれている人はほとんどが外国人だと思うので、私は違うよとか、私もそう思うとか、自分の意見と比べながら聞いてくださいね。まず一つ目は、電車や地下鉄での居眠り。居眠りというのは座ったまま眠ることです。よくね、日本の乗り物の映像で電車の中で熟睡しているサラリーマンの様子などが映りますよね。熟睡というのはぐっすり寝ているという意味で、隣の人の肩にもたれかかっている姿とかよく映ったりします。あれを見ると皆さんどんな風に思いますか？確かに外国に住んでいると、なんて無防備なのと思いますよね。寝ている間にカバンとか持っているものとかを取られたりしないのと思いますが、治安がいいので盗まれることは少ないと思います。ただやっぱりゼロではないと思うので、無防備であることは確かですよね。時々酔っ払いの人たちもいたりして、やっぱり外国から見れば本当に不思議で変な光景だと思います。続いては、麺類を食べるときすすりながら食べる。麺類というのはヌードルのことで、お蕎麦やうどん、ラーメンなどのことです。すするという動詞はマス形はすすりますという形になって、音を立てて汁や麺を口に吸い入れることを言います。外国ではやっぱりこれはタブーですよね。でも日本でははるか昔、江戸時代にお蕎麦をすするのが粋な食べ方、かっこいい食べ方とされていたところから、このすすりながら食べる風習ができたそうなんです。私は日本人なんですが、この麺類を食べるときにすすりながら食べるという習慣はないんで、みんながみんなそうじゃないと思うんですが、正しい食べ方はすすりながら食べるというふうになっているんです。だから皆さんが日本へ行ったとき、真似をしなくてもいいと思いますが、誰かね、目の前ですすりながら食べている人がいたとしても、それは日本では普通で失礼ではないということを覚えておいてください。そしてもう一つ、食事のこと。お茶碗やお皿を持って食べること。これも外国の多くの国と真逆のルールですよね。お皿を持って食べると失礼な国がほとんどだと思います。でも日本ではそれが普通なので、例えばレストランでお味噌汁を食べるときもスプーンは出てきません。お椀を持ち上げてお箸で食べることになります。次は、子供だけで登校すること。登校というのは、登るという字と学校の校という字を合わせて登校という言葉になります。意味は学校へ行くことです。海外ではスクールバスかバスがなければ必ず親が学校まで送り迎えをするのが普通ですよね。校門の前に保護者の皆さんがずらーっと並んでいるのをよく見かけます。外国では子供を犯罪などから守るために、成人するまで親が送り迎えをするのは当然のことなんですよね。でも日本では近所の子供たちがみんな集まって並んで、そして一緒に登校するのが一般的なんです。これも一つは治安がいいということの証明で、ポジティブなことだと思うんですが、外国人の皆さんが驚くのもよくわかります。続いては、すぐに謝ること。これも多くの外国と正反対だと思います。謝るイコール自分が悪いですということを認めるとされる国が多いと思いますが、日本ではまず謝りなさいと教えられます。本当に 100% 全く悪くなければ別なんですが、自分に少しでも悪いことがあったとき、ああしておけばこうならなかったのになということなどがあれば、とにかくまず謝って、その後に自分の言い分などの説明をするのが一般的だと思います。例えば
友達がみんなで行くレストランの予約を忘れた場合、これはね小さな問題なんですけどね、ごめんね、私が前の日にもう一度あなたに予約のことを言ってたら忘れなかったかもしれないよね、などというように、自分の責任じゃないけど思い出させてあげなかった私もちょっと悪いみたいな、そんなニュアンスを込めて謝ることも多いです。文化の違いから外国の人に日本人は謝りすぎとかすぐ謝るとか言われることも確かに多いです。でもそれにはこういう背景があるんですよね。続いては少しの雨でも傘を差すこと。私はこれは逆に外国で驚きました。外国では少しの雨ぐらいなら差さない人の方が多いと思います。日本は湿気が多いので、一度濡れてしまうとなかなか乾かないから、濡れないように少しの雨でも傘を差すと言われています。私も本当に小雨でも傘を差します。家に帰ってすぐにシャワーを浴びられる状況ならいいんですけど、やっぱりその濡れた後に仕事へ行ったり何か用事を外で済ませないといけない場合、ちょっと気持ち悪いですよね、濡れたままっていうのが。だから海外に住んでいても少しの雨が降ってきたら今でも傘を差しています。そして最後は過剰な包装。過剰というのは多すぎる、やりすぎること。包装は物を包むことです。プレゼントは特にそうなんですが、日本では本当にすごく丁寧にきちんときれいに包んで送ります。そしてお菓子などを買っても一つ一つ小分けされていて、すごく可愛く包装してあることが多いですよね。海外では箱の中にそのままお菓子がずらーっと入っていることがよくあるので、一回開けてしまうと、あれこれ残りどうしようって時々なったりします。それを家にあるタッパーとか缶などに移せばいいだけのことなんですけど、日本人はそれに慣れていないかもしれません。旅行のお土産もきれいに包装されていないと失礼になったりすることがあります。でも個人的にはこれはちょっと無駄遣いなのかなと思ったりします。もちろん可愛くて綺麗なのはいいけど、後でビリビリに破って捨てるだけなのでちょっともったいないですよね。皆さんの国ではどうでしょうか。今日は外国人から見た日本の変なところ、不思議なところ7つについてお話ししました。皆さんが感じていたことがありましたか？今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。チャンネル登録といいねもしてくれたら嬉しいです。じゃあまたね。